はい、こんなかっこいい封筒に入って、長谷川からデカールが届きました。なので今回はこのデカールをですね貼っていこうと思います。機体の方もね、白で塗らなきゃいけないところは塗り終えたんで、まあ前にどこまでやったかな、デカール貼るためにクリアをザーッとかけました。本当にザーッとかけただけなんでツヤツヤではないです。まあセミグロスっぽい感じですかね。で使うのはお水、まずはお水ですね。何はなくとも水です。水、器が汚いけど中は普通の水道水ですね。間違っても家の前にある水たまりの泥水など汲んでこないように、そんな人はいないので、特に蒸留水である必要もないと思います。でまあこのようにほとんどRM 色塗り終わってるんで、このデカールのほとんどは使わないってことです。なんで失敗しちゃったかはこの前の動画を参考にしてください。あと使うものというのが、何でもいいんでハサミね、まあ専用のハサミもあるみたいですけど、特に僕は使わないです。それからカッターナイフ、この辺りあった方がいいもん。あとピンセット、もう先のご覧のように平べったく丸くなっているピンセット、これはデカール傷つけないためですね。あと綿棒はまあ一応念のためにベビー綿棒と普通の綿棒、それから爪楊枝、あとねこのキットはマークセッターとマークソフトはね多分使わない方がいいと思います。前に一部貼ったんですけど、セッターだけでセッター2回目でボロボロになりました。ボロボロってほどじゃないんだよね。ちょっと歪みが入っちゃって使い物にならなくなっちゃいました。まあそれがあれですよ。まあだからね、デカールの使わないデカールでちゃんと試してみましょうってことです。テストをした方がいいです。でまあ例えば使わないデカール、この長谷川のマークね、こんな感じで、水をちょこっとねつけて、でまあこういう上にちょっと置いておきます。で、今のデカールも何でもいいので、それこそこういうとこでもいいんですよ。マークセッターを試しに塗ってみて、でその上にデカールを置いてやるとキッチンペーパーも用意しておきましょう。でこういうデカールから水吸う道具は一回濡らして、キッチンペーパーで湿気を取って、でまあこの筆や綿棒にね吸わせながらこう固着させると、でまあディテールなんかこう例えばパネルライン筋彫りなんかのところにこう押さえ込むときに一回こ
感じでね、マークセッター使う場合、ここはね、ここまでだと思うんですよ。このレカールは多分これ以上やっちゃうとね、シワシワになってくると思う。これまだ今エアがちょっと中にあるんで、こう筆で四方にこう真ん中から外側に向かってこうやればエアとか水が抜けてくれるんで、これ密着するんですけど、じゃあソフトは使えるの？じゃあソフトは使えるのってことで、ソフトをちょっとね、ここにスッとやってみます。意外にいいかもしれないな。この前なんだろう、まあデカルがちっちゃかったんでね、そのせいもあるかもしれないんですけど、とりあえず今ソフターちょっと弱くなってきたけども、1回が限界だね。わかります。これ以上はまあこうやってテストして、1回ぐらいならいけますね。ということはまあなんとか使えるかな。で、どっちにするか、まあ2種類の飛行体からなんですけれども、まあ、サイズが72なんでね、ちょっと派手な方がいいかなと思いまして、この赤白の、ウェイクランドアベンジャーズだっけかなの方にします。これ隊長機ということですね。ウェイクアイランドアベンジャーズ、ウェイクランドっつった、ウェイクアイランドアベンジャーズ隊長機ですね。211貨兵隊攻撃飛行隊ということです。どの辺まで持ってくかな。とりあえずここまで持っていきますか。ここに置いてる間にマークセッターは森の成分が沈みやすいんで、ちょっとね、水平尾翼を上げてるんで、水平尾翼を上げてるので、ちょっと張りにくいと思います。うわ、表面張力で尾翼に持ってかれる。逆だ。
やばいやばい。今貼ってるこのオーコーダのデカールなんですけど、後ろギリギリまで持っていきたいんで、印刷されてる部分がちょうどエッジに収まるように。なのでニスがね、ちょっとニスを曲げるような感じですね。ニスって透明の周りの透明のとこですね。でちょうどここにもモールドがあるんで、今これソフターを塗りました。ちょっと置いといてから、あんまり置いとくと今度柔らかくなりすぎちゃうので、感じかな。エアとか水とか変なポコーンと膨らみがなくなってれば大丈夫。デカールの最中なんですけど、今これマスキングしてるの、ここも当然デカールで真ん中にね、これですね、これノーステップと文字があるんですよ。で筆で塗るのもちょっと大変なんでね、ここだけこう切り抜いて貼ろうと思ったんですよ。色違いちょっとあるんですけど、そしたら長谷川さんなんと優しいこと、よくよく見たらこれです。このデカール、これここの上の方までこの六角形、白い六角形とノーステップと、さらにその上のちっちゃいグレーの、これも六角形かな。この中にもノーステップってちっちゃい文字が、その白いところだけのデカールが別にあるんですよ。これ気がつかなかったんで、今改めてここの2つの六角形を色を塗ります。そのためのマスキングをやってますね。他にもね、驚いたのがこの4番のこの、ラダー、ステップラダーのここにちっちゃな文字が2つあるんですよ。もしかなんかわかんないんですけどね。でそれがここの11番のデカール、これですね。ここだと上にちょっと白い、ステシルがあるんですけどね。それが11番であると。でこの2つはデカールであるんで、実際僕ね、これここから切り抜いて使おうと思ってたんですけど、ちゃんと用意してくれてました。で他にはね、そういうのがないかなと思って探してみたんですけど、気がついたのその2つぐらいかな。もしかしたら後で出てくるかもしれない。なので
例えばこの機種左右のここにちっちゃなステンシルあるんですけど、これはさすがになかったので、これはもうちょぼちょぼで塗るか、ここから切り抜いて使うか、ちょぼちょぼでいいと思いますね。でやろうと思います。これも同様ですね。この90番のデカールかな。ここのこういうのは手書きでやるしかないと思います。他には気がついたとこないかな。あとおいおい貼りながら気がついたらやっていけばいいでしょう。あと機体各部のこの黒いカメラはもう塗るしかないので、これは塗っていこうと思います。ここにもこれは主翼の一番端部なんですけどね。だよね。ここもノーステップの文字がちょっとあるっぽいですね。なので軽参考にして書き入れていけばいいでしょう。これね、貼らないと見えないのとか、多分ここもなんかあるっぽいんで、このよく見てやっていこうと思います。とりあえずね、この2つの六角形、前と後ろ、真ん中とここも白、白いデカールでいいか。1決めがあるんでね、白いデカール。ここの後ろは塗装でなくデカールでやっちゃいます。で、もう一個ね、もう一個忘れちゃってたのがあって、綺麗な機体とお話ししてたんですけど、ある程度やっぱり、年数経ってるんで若干の退色があるんですよ。目立ったのがこの蓋の上場ね。あとは主翼も若干ありましたね。で、あまり極端な退色ではないんで、細塗りでどこまで出せるかで、色も同じジャーマングレーに白をちょっとだけ混ぜてやるんですけど、あまり塗り重ねないようにしたいので、今影圧をちょっと見てるんですけど、だいたい 0.025 あたりかな。ただこれをやるならもう下地からやっぱり黒白でやった方が良かったかもしれないです。ちょっと見にくいかもしれないですけど、こんな感じのやれ感ですね。光の反射もあるので、この今中心あたりのこの辺りは膨らんでる部分なんですね。影と光の部分になるんですけど、この辺りこんなもやもや感ですね。極端にこんなの入れてもあれなんで72分の1ですし、雰囲気が出ればいいのかなと例によって思いまして、それをちょっとやっていきましょう。で2回例の何ですか、スコッチブライトじゃないんだけどね、バフを使ってどんな感じになるか。このバフですね、ここでちょっとやってみますね。ちょっとイメージとは違うかな。いいかなこれで。
機種はねそんなにあれなんですけどね、光の加減もあるかもしれないですけど、あと今見てた写真とこの今塗ってる塗装とパターン違うんですよ。塗装のパターンがちょっとだけ。あとここだ、ここの蓋もねやらなきゃなんですよ。ここにつく蓋、どうしてもラフ越しなんでどんな塗り方になってるか全く見えないんですよね。ちょっとずつ塗っていくしかないんですけど、でこの中に塗料が溜まりすぎるとプッて飛ぶんで、時々ここに溜まった塗料を落とさないといけないです。意外につかないな。もうちょっとこっちの方がいいかな。こういうのに溜まった塗料を取ってやって、本来だからこれこれデカール貼るためにクリア塗ってるじゃないですか。その前にやってこなきゃいけなかったことなんですけどね。でライトグレーのところこれかぶっても別に気にしないです。多分ねライトグレーよりもこれちょっと濃いか、汚れ程度に見えれば逆にいいのかなと。こんな感じでやっていけばいいのかな。でこれ上面だけです。仮面はまた普通に汚しますんで、オイルウォッシュかなんかで、もちろん上面もねオイルウォッシュとかやった方がいいと思います。今見た写真で結構ね汚いわ黒い汚れがベタっと、なんだろうな、変なオイルの筋みたいなのもあるし、ちょっとわかんないですけどね。いやーわからないかな、こんなもんかな。もうちょっと入れたいかな。あんまり入れちゃうと変になるから、今ちょっと強めにかかったところあるんですけど、ここちょっと強くなっちゃいました。そこは軽く後でジャーマングレー少し拭いてやりますか。こんな感じです。こんな感じ。分かりにくいかもしれないですけど、プッて飛んだところはジャーマングレーで補修しながら、またその上からこのステンシルバフステンシルなんて言えばいいんだ耐色を入れてやりました。これ以上やっちゃうとちょっとくどくなるんでね、第二次大戦の飛行機ではないんで、こんなもんでいいんじゃないですかね。F14 はもうちょっとやってましたけどね。蓋の部分はこんな感じにしてます。じゃあ引き続きまだあれですよ、デカールの途中なんで引き続きデカール貼っていこうと思います。今ウェザリング入れたとこもそんなに艶落ちてない、非常に薄く
やっただけなんで、この上からデカールでも問題ないと思います。下はまた別でねやっていきますんで。それでですね、かなり今回使わないデカールがいっぱい生じてるんですけど、でこんな感じでまとめて、で結構バラバラなんですよ、場所は。で今これデカールの左上の部分ですね。でこの中で使うのをだけ切り出していく、使わないのはポイポイしちゃうという。これ今ちょっと筋かけちゃってるんですけれども、これは51番ってことでこの辺りにくっつく。それからここじゃない、もうちょっと下、ドアだね、ドア、後ろのドア。それから53番ってのはキャノピーの横、21番がこのキッシュの横の国籍マークで、さっきの、この、ラダーのボーディングラダーの中の内側の11番、そんな感じでちょっとずつあちこちバラバラになっちゃうんですけど、貼り付けていきます。この15番のここが欲しいんですよ。ここが多少グレーがいっちゃってもいいのかなという感じもしますね。もう多分貼りは湧かないと思います。よし、もうここはゆっくり待つしかないので、その間にこっち側にマークセットを打っといて、うまく取れるかな。取れた。こいつを貼ってやればいいですね。OK。尾翼、垂直尾翼の内側ですね。実はここと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 ですね、1,2,3,4,5箇所ムーアリングポイントのステンシルあるんですよ。でここからちっちゃく切り出して、右側の垂直尾翼わかりますね。ここと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 ここ、なのでデカールを使わないで、色を塗る場合はこういうところもやった方がいいと思います。好き好きですけどね。あとはそうですね、デカール貼ってるところもこう大ごと構えて動画撮るようなもんでもないんで、普通に貼っていくだけですね。場所によってはね、さっきお話ししたように切って貼らなきゃいけない部分もあるかもしれない。それも大したことないと思います。それでは次回はどうしようかな。デカール貼った後、当然フラットクリア、そうですね、フラットクリアですね。でトップコートかけて、その上からの、ウェザリング、墨入れ、墨入れもそんなするところないんだけどね、墨入れとオイルウォッシュぐらいかな、やっていこうと思います。それではまた。